皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年7月10日の生放送を行っていきますので、今晩もよろしくお願いします。そして今日はですね、土曜の夜に生放送しているわけですが、一応予定としては明日の日曜日の昼下がりの時間も生放送はしようかなと思っております。毎週1回っていう感じで生放送していると、どうしてもぎゅうぎゅう詰めみたいな感じで、ちょっとゆったり生放送ができないっていうこともあるので、先週からもう2回やればいいんじゃないかなっていうふうに思い始めているので、少しこの土日生放送という形態をとっております。マリンさん、なんか上川さん NHK 教育番組キャラみたい。そんな感じにも少しはなるかもしれないですね。でもですね、私は本当に気をつけなければいけないのは、皆さんと基本的な立場は全く変わりません。何か大学の教授ですよとか、内閣官房参与でしたよとか、そういったことは全くありません。もうみんなと同じです。もうなんだったら、みんなよりって言うとも変ですけれど、皆さんの方がよほど何か職歴が誇れるようなものがあるとか、何かそういったものがあるかもしれません。基本的には私はどっちかっていうと、この庶民の中でもどっちかっていうと中の下ぐらいな感じの、人生を歩んでますから、なかなか、なんか教育番組の社会みたいな感じでは、なかなかあんまりないような経歴でしょうね。カナムさん、スーパーチャットありがとうございます。それこそですね、この8時台は、池上彰さんの番組だったかな、やってましたけれども、ああいった具合にして、ある程度みんなが見る番組っていうのは、それなりに実績があるからこそ見るわけですよね。ただし、その内容っていうのが今では、インターネット上では、いや、これ言ってることおかしいでしょっていう、ツッコミがバンバン入るわけですけれども、インターネットが普及していない時代だと、ああいった番組っていうのは、それこそ、各自が情報を受け取って、それに対して反論しても、横のつながりが全然ないから、わかんないんですよね。あれなんか中国に行くことに対して、なんかやたらと甘いな、この表現とか、いうふうに思っても、そのことが他の人に伝わらないと、そうなのか、へー、みたいな話で、結構、受け止めてしまう人たちがいるわけですよね。テレビだとそうやって一方通行に一方的な本当に情報っていうのを伝えることができたんですけど、最近だとその手法っていうのがインターネットで再検証することによって、いや、あの発言おかしかったぞ。いや、この表現明らかに中国の言ってることをそのまま持ってきてるぞ、みたいなことが、結構バレるようになってきたんですよね。そういったところが少し時代の変化かなというふうに思っております。ただしその話っていうのはもちろん自分にも返ってくるので、インターネットで例えばテレビだから見てる人が多いからそうやって検証されるわけですけど、今みたいに YouTube だと喋ったことに対して他の人がちゃんと検証してるかなっていうことを自分自身も意識しないと、その発言っていうのはまるっとブーメランとして自分にもグザーって刺さってきちゃうんですよね。久我京さんこんばんは。来るのが若干遅れてしまいました。もう本題に入ってる感じですかねっていうことですけど、まだ最初の挨拶部分ですね。今日、9時からスタートしてるんで、その前の時間で池上彰さんの番組あったねっていう話から、
自分の喋ったことっていうのは結局、テレビだったらみんなが検証するけど、YouTube だったらなんかその、検証が甘くて、なんか言いたい放題で済むかっていうと、多分そうではないだろうなと。YouTube でもいずれ、この YouTuber の言ってることおかしいぞっていうこと、必ずツッコミが入るような時代も来るかと思います。ただ今だとどうしてもですね、YouTube だと、見なければいいやっていうのがもちろんものすごくやりやすいんですよね。なんかこの人の言ってることおかしいなとか、なんか納得できないとか賛同できないってなったら、もうその瞬間からその次の動画を見なくなるっていう形で離れることができるので、検証しなくなるっていうことも十分あるんですよね。そのあたりが YouTuber のちょっと難しいところではあると思います。特に政治的な話になると、自分の意見と合わない、だからもうダメっていうふうに、拒否反応を起こされる方も結構おられますからね。さて、前置きの話は、こんな感じで、いつも通りですね、コミュニティの方で話題を募集しておりまして、こちらの書き込みと、私の用意したニュースの話というのとを、織り交ぜながら、そして皆さんからのチャットの話、これらをミックスさせるような形で生放送を展開していきます。それと放送時間についてはおおむね1時間半から2時間ぐらいっていうので見ておりますけれども、喉の調子がちょっとおかしいなと思ったらそのあたりで急に、これちょっと今日ダメだなってなったらそのあたりで止めようと考えております。いつものようにっていう感じですね。このあたりのルールは。ほいっと。ポチポチ。もう早速、いろんな、池上さんは嘘つきです。ミキさん、小学生の頃週刊子供ニュースめっちゃ見てたな。そうですね。子供の頃見ている時っていうのはあんまりそういうの気づかないですよね。なるほど。こういうことがあるんだっていうふうに、そのまま言っていることを受け止めることが多いですからね。それが大人になってからですよね。この人の言ってること本当に合ってるのかな、どうなのかなっていう、いわゆる、疑問を持つというか、反抗心というか、そういったものを、気持ちを持っていれば、言われたことを言われたままスッと入れるんではなくて、一旦受け止めて、この人はこういうことを言ってるけど、本当なのかな、どうなのかな、調べてみようっていう、気持ちが、だんだん起こってくると、情報もよく精査することができると思いますね。どうしてもですね、誰かを信じて、この人の言っていることだから、特には調べはしないんだけども、全部鵜呑みにしようってしてしまうと、自分が信頼している人が間違えてしまうと、自分も間違えてしまうっていうもう完全な連結状態になってしまうので、そこは結構気をつけないといけないですよね。といったわけで、それでは本日の、まずは話題いきましょうかね。ポチポチと。というわけで、今日のコミュニティ投稿は16件入っております。この中からお話をまずは進めていきましょう。それと、時事ニュース的な話題じゃないところから最初いきましょうか。ゆうゆうさんのところ、このあたり。もうこの、特にニュースではなく普通に世間話からスタートしていきましょう。上川さんお疲れ様です。いつもありがとうございます。最近はライブも増え、楽しい時間となっております。参加できない時もありますが、丁寧にお答えいただき感謝しております。というわけでありがとうございます。こちらは特にニュースであれこれという話ではなくて、ライブ放送の方を楽しみにしますよという方もおられるので、ありがとうございます。動画の方しか見ないよっていう人がいる一方において、生放送は生放送で、これはこれでいいんじゃないっていう人がいるので、私としては、どちらでも楽しんでもらってもいいし、どちらかだけでも別にそれは問題ないというふうには思っております。特に生放送だと、この1時間とか2時間とかやっていると、どうしても、いや、そんなには見ていられないよとか聞いてられないよっていう、最近だとですね、このタイムパフォーマンスっていう言葉が少しずつ出てきています。コストパフォーマンスっていう言葉を聞くと、いわゆるコスパがいい、コスパがいい。つまり、値段の割に良いものっていう風な話があって、それが食べ物だったり、何かの服だったり、いろんなものを買うときにコスパがいいかどうかっていう話あるんですけれど、同じようにタイムパフォーマンスがいいか悪いかっていうのはそれこそですね、何か見ているんだけど、それをギュギュッと短く済ませてしまいたいっていうことですね。
例えば動画であれば、これを 1.5 倍速で見るとか2倍速で見るっていう風にすれば、10分の動画も2分じゃないな、5分で見られるみたいな形で、ギュギュッといけると。で、ライブ放送っていうのはリアルタイムで聞いていると、そうやって 1.5 倍速でなんてことができないので、非常にもどかしく感じる。そういったこともあって、YouTube だとですね、映画を短くまとめてますよっていうのがファスト動画と呼ばれるものがあるんですけど、これはまさにタイムパフォーマンスの問題ですよね。映画だと2時間あります。2時間上映時間を自分で見なければいなきゃいけないっていうのは、2時間ちょっと大変だな。もうなんか誰かまとめてよっていう、誰かのその気持ちを代弁する形で、ファスト映画っていうのは2時間のある映画を10分ぐらいに短く概要を詰め込んで動画にしました。そしてその10分にまとめたものをさらに 1.5 倍速してみれば、2時間の映画のその中身っていうのがもう7分とか、6分とかでもう全部わかっちゃうよっていうことで好評だったんですよね。これがまさにタイムパフォーマンスっていう考え方です。でもこれが、なんていうかな、今いろんなところで起こっているので、これからもこのライブ放送っていうのも同じようにみんなから圧力が関わってくるんだろうと思いますね。ライブ放送見たいんだけど、でも時間かかるな。よし、保存動画ができたらそれを 1.5 倍速で見ようっていう。結構こういう人たちも増えるかもしれません。よいしょ。それはそれとして、ゆうゆうさんの言われるように、ライブの方も楽しんでもらえると、それは私としては、とても嬉しいことでございます。というわけで、ゆうゆうさんの書き込みありがとうございます。参院さん、上川さん、時間は90分目安でいいと思います。私の集中できるのが90分ぐらいなのでっていうことなんですけど、本当に人間のこの集中力っていうのは人によって様々ですし、何を聞いているか見ているか体験しているかっていうのも結構重要で、私自身も集中できるぞっていうものに対してはものすごく集中できるんですけれど、一般的な集中力で言うと基本的にはあんまりない方です。あれこれ気が移るというか、あれこれ注意散漫になること多いんですよね。特に何かの講義を聞くとか、そういったものになると本当にもうあっという間に集中力が失われますよね。大人になってから勉強することっていうのは何かの資格試験であるとか、講習を受けるとか、そういった場面っていうのがあるわけですけれども、自分が資格を取るために行っている講習なのに、1時間ある講習のうちもう最初の5分ぐらいで眠くなるとかね、普通に起こりますからね。でも自分が楽しんでいるものだったら別に1時間ぐらいあっという間に過ぎちゃうことは、よくあることでございます。山下秀樹さん、最近テレビニュースを倍速で見るのが流行っているようですね。あると思います、これも。もう最近だと再生機能の中に必ず速度をどのくらい上げますかっていうのが入ってますからね。ネットフリックスの映画なんかでも普通に、1.25 倍速だったかな ?1.5 倍速とか、そういった速度調整ボタンも入ってたりしますからね。ミキさん、興味ないと9分も長い。私もそうですね。興味がないものはもう何でもそうですね、本当に。それは仕方ないことだと思います。まさに私も同感でございます。ちょっと文字もうちょっと大きくしようかな。はい。というわけで、次書き込み紹介していきましょう。旅月和夫さん、申し訳ない2作目ですということなので、もう一件の方とちょっと見比べるとどっちにしようか決めましょうか。まず1個目が、ムン・ジェイン大統領がオリンピック期間中に来日する報道についてというのが1個目で、2つ目の方が、名古屋の不自由展展示会中止について、こちらの話題をお願いしますということですね。まず1個目の方からいきましょうか。旅月和夫さんのコメント紹介。文大統領が五輪期間中に来日報道について、最初は 3K で観測気球かなと思っていましたが、追随する他社メディアと最初は否定した政府見解が徐々に着地点探すようなコメントの変化。また韓国でも憶測報道から正式な政府見解が未だに出ておらず、日韓でメディア競争局が奏でられている現状です。一体誰がどこを何の目的で情報を出してきているのか、上川様の推察を聞かせていただきたいです。ということで、ムン・ジェイン大統領が東京オリンピックに際して来るのか来ないのか
これはですね、私も動画に上げましたが、その後ですね、いやいや、あれは正式な話ではないっていう話があった後ですね、いやいや、正式に打診はしたんだけれど、まだ決まっていることはないっていう具合にしてですね、本当のところどうなっているのかっていうのは、双方の方ではあっちこっち言い合っているところなんですね。日本側の報道としては、いや、韓国政府側の方からは一応打診はあったんだけれども、まあ、だからといって日本政府としてこれに正式になんか招待するような動きはしてませんよと。来るんだったらあっち側の話だからっていうところで突っぱねると。で、韓国側は韓国側で、いや、まあ打診したっていう話が出てるけど、まあそんな話もあるかもしれないなぐらいな形で話を濁しつつ、でも、まあ行くんだったら日本側が何か我々に対して譲歩してくれないと話にならんよなみたいな話をしてて、なんでそんな上から目線の結論が韓国側で出るのってこっちとしては思うわけですけれども、この件については私が一番最初の観測記事の話からしましたけれど、そもそも、ムン・ジェイン大統領が日本に来ても何にも物事は進展しないので、来る必要ないですよっていうお話を私はしました。で、そのことは別に以前から今も全く変わっていません。結局、ムン・ジェイン大統領は日本に来てもですね、何にも決めることは今ないんですよ。彼はもう任期がもう残り少ない状態なので、何かを決めたとしてもその決め事っていうのが次の政権ではまたなかったことにされるということは間違いありません。そもそもムン・ジェイン大統領っていうのは彼以前の政権で行ってきたことに対してこんなもんうちは知らんわって言ってちゃぶ台返しをした人なので、その人がやってきて何かを決めようとしてもですね、どうせあんたの後も同じようなことをするんでしょってなったら何も話し合いをする理由がないんですよね、日本側には。で、一方で韓国側の方はなぜそうやって日韓首脳会談を望むかっていうと、基本的にはこれはアメリカ側からの圧力があると言われています。これは対中国戦略上において韓国っていうのをどうしてもですね、アメリカとしては、中国側に行かせるようなことはしたくないということで、なるべく日本と仲良くしてねっていうふうに圧力をかけているというふうに言われています。実際に私は当事者ではないのでそういった場面を見ることはないわけですが、少なくとも報道上においてはそのような圧力がかかっていますよという話などは、あちこちでニュースになっております。そのような圧力がかかっている関係で、韓国としては何にもしてませんよっていうことはなかなかできないと。で、韓国側が狙っていることは一体何かっていうと、アメリカに対して私たちはそうやって圧力を受けていることを受けて日本側に対して譲歩しようとしていますよというポーズを取ることを彼らとしては目的化しています。つまりですね、日本側に対して日韓首脳会談を求めるっていうことをして、日本側がこれに対して、いやいや話し合っても何も決めることないんだから別に私たちは望んでませんよっていう返答をする。これこそがまさに韓国側としては、自分たちは譲歩して日本側と会談をしようとしているのに、日本側が断ったんだというふうにですね、アメリカの方をチラチラ見ながら、こんな風になってますよっていうのを見せようとしているわけですね。つまり彼ら自身としては別に日韓首脳会談を望んでいるというよりは、アメリカ側に対して自分たちは言われたことにある程度守っていますよっていうのを横目で見ながら、全く日本のことを見ずに行動しているわけですね。本当に日本のことなんか全く気にしてねえなっていうのが、よくわかる話だと思います。で、その上でですね、少しでも、もしかしたら日韓首脳会談するかもしれないなっていうことを考えて、今は下話としていろんなところから話が噴出している状態という形ですよね。なので、旅好き和夫さんの質問に対する答えとしましては、一体誰がどこで何の目的でこういった情報を出しているかと言われれば、これは韓国政府側が、日韓首脳会談を望んでいるかのようなポーズをとって日本側に断らせる。こういった一つの形式をアメリカ側に見せるための、一つの政治的な工作として行っているというふうに私は見ています。なのでこの話が、どこかの報道機関から出てくるっていうのはある程度そういった風にして記事になることを目的として誰かが話をちょこちょことわざと漏らしているんだろうなっていう思います。
で、その、話を流す相手として、この日韓関係の問題で一番記事をたくさん書いているであろう産経新聞というのが、ある程度狙って選ばれたのかなっていうふうには私は思いますね。といったわけでございます。実際韓国側としても日韓首脳会談して彼らにとって何か得になるようなことは全くないので、あくまでもこの日韓首脳会談以外のところに本当の目的があるんだろうなと思いますね。よいしょ。このあたりの話はあくまでも政治外交上の話っていうのがメインで、日韓関係の何か問題が解決するかとか進展するかっていうところとは実は全く違う話じゃないかなっていうのが私の見方でございます。信じるか信じないかは、視聴者の皆様にお任せいたします。おそらくですね、真相について誰かが語るということもこういった話についてはないと思うので、いろんな解説が出ることがあります。その中で自分にとって納得できるものを一つずつ選んでいく。もしくは複数の意見を聞いて、なんとなく自分自身で推論を組み立てていくっていう、形になる方だと思いますね。よいしょ。というわけで、旅好き和夫さん、2件あるので、2件目も行きましょうか、このまま。こっち。エビ固めさん、アメリカに対して努力している、アピールしたいだけ。私の意見も全くそういう感じですね。水山さん、押しかけたお隣の大使も塩対応が望ましい。基本的に塩対応はしているんですけれども、いつまで塩対応できるか、まだ日本側が試されてますよね。さて、旅好き和夫さんの2件目の書き込み、こちらの方をご紹介していきましょう。ちょっと、ページを。はい、こっち。申し訳ない。2件目です。名古屋の不自由展展示会中止について、私はこの展示会を開催されることは反対です。が、今回爆発物、爆竹を送られて危険ゆえに事実上の中止になった様です。個人的にはこれは悪手で、恫喝まがいなどでの停止はやってはならない。と、相手は悪だから悪の成敗は許される。そんなことはあってはならないと思っていたんですが、他社様の動画のコメントを見ても中止賛成ばかり。自分の考えは甘いのかなと思うことばかり。上川様は今回の中止、経緯含めて思われていることを語っていただけたら幸いです。というわけで、不自由展についてのお話でございます。これ愛知トリエンナーレの時の不自由展というのがそもそも問題としてあって、その不自由展というのを場所を変えて日本全国でできる限り続けていろんなとこであっちこっちやろうっていうそういった活動があります。そうした流れの中で大阪でじゃあ今度やろうじゃないかっていう話が出てきたので、さあそれが今どうなっているのかというところが旅好き和夫さんのご指摘でございます。で、名古屋で行われた時の展示会においては、爆発物が送られてこれが危険だということで、今回の話へとつながってきて、じゃあ公共施設でこういった催し物を行った時に爆発物がまた送られたらどうするんだっていうところから、施設の管理者側としてはちょっとこの話は受けられないですねっていうことで、一旦は多分了承したんだかもしれないですけど、その後検討した末にやっぱりダメですっていう、こういった話をしたら今度はですね、申し込んだ側がいや、ここは公共の施設なんだからそういった何かが起こることを前提にしても、会場を貸してくださいよっていうことで、裁判の方に訴えるということが発生しました。よいしょ。このあたりの記事見ていきましょうかね。どこだったかな。はい。といったわけで、このあたりの記事ちょっと見ていきましょう。この問題に対してはですね、一番擁護派の記事っていうのが、まず朝日新聞の方から出ております。全体として愛知トリエンナーレの時もそうなんですけれども、基本的に朝日新聞はこの問題に対しては常に、この不自由展を開催する側の立場に至っての記事っていうのが多いです。そのことを、考えながらというか前提条件として見ながらちょっと記事をご紹介しましょう。記事をそれでは読み上げソフト使わせてもらいます。
表現の不自由点、その後をめぐり、許しがたい蛮行と評価すべき動きの2つが続いた。2年前の愛知トリエンナーレで展示が一時中止になった作品を集めた展覧会だ。各地を巡回する計画が進むが、様々な困難に直面している。表現の自由とは何か、それが侵されたとき、社会はどうなるか、一人一人が今一度考えを深める機会にしたい。蛮行は名古屋で起きた。開会して3日目のおととい、会場の施設に届いた郵便物を開くと破裂音がした。爆竹が仕掛けられたとみられ、展示の中止を求める趣旨の文書があった。怪我人はなかったが市は臨時休館を決め、11日までの会期は事実上打ち切りとなった。職員が不審に思い、警備中の警察に相談してから開封したという。もう一段の警戒をすれば騒ぎは防げたのではないかとの思いはある。だが言うまでもなく糾弾されるべきは暴力的な行為に及んだ送り主だ。展示作品を批判する自由はもちろんある。しかし表現には表現、言論には言論で対抗するのが鉄則ではないか。こうした卑劣な行いがまかり通れば多様な意見や多様な芸術に触れ自由に議論を交わすことによって成り立つ民主主義は土台から崩壊してしまう。愛知県警は威力業務妨害の疑いで捜査を始めた。被疑者の検挙に全力を尽くしてもらいたい。一方の評価すべき動きは16日に展示が始まる大阪であった。会場となった府の施設が街宣車による抗議活動などを理由に安全の確保が困難として利用承認を取り消す事態になっていたが、大阪地裁は昨日これを覆す決定をした。地裁は集会の自由や表現の自由の大切さを説いた上で、施設側が利用を拒めるのは警察の適切な警備などによってもなお混乱を防げないなど特別な事情がある場合に限られると指摘。名古屋の事件にも触れつつ、大阪店について具体的な危険性があるとまでは言えないと結論付けた。同様のケースで最高裁が示した考えを踏まえ、説得力に富む内容だ。施設側は上訴する構えだが、自由な展示を保障するために何をすべきか熟考してほしい。不自由展は東京の民間ギャラリーでも予定されたが、所有者がトラブルを恐れて取りやめ延期になった。そんな風潮の今だからこそ公共施設の価値が問われる。名古屋市も休館措置によって問題をうやむやにしては将来に禍根を残す。民主社会を守る側に立つか、結果として壊す側に手を貸すか。公が担うべき役割は何か、自治体の姿勢が問われる。というわけで、これがですね、トリエンナーレの展示会を行いたいよという側に立っている朝日新聞の記事です。で、なぜそのように私が展示会を開催したい側の立場に立っているというふうに指摘しているかといえばですね、この話何が問題かっていうと、表現の自由の問題というよりもですね、反日活動であるとか反天皇活動っていうものを公共の施設で行うっていうことに対してみんなが怒っていますよ。もしくは、税金で補助金をつけるような形でこういったものを行おうとしていることに対する反感っていうのがものすごく大きいわけですね。税金というのはどういった意味かっていうと、こういったものを文化活動ですよっていう定義に当てはめて、文科省なんかに自分たちの活動っていうのは文化的な、奨励されるべきものだから、補助金つけてよみたいな形で話をすると。で、それはあくまでも表現の自由の中に収まっているんだから私たちの活動は文化的だという言い分を取ってるわけですね。でも、表現の自由としてはそうなんだけれども、それによって誰かを傷つけることを果たして正当化できるのかと言われると私は正当化はできないと思います。この場合だと反日活動や反天皇活動っていうものを、日本の公共施設の中で行うことっていうのは、それを果たして公共の福祉に当てはまるのっていうと当てはまらないと私は思うからです。で、これに対して地裁が下した判決っていうのは、いやいや、そういった中身についての判断っていうのは結局検閲に当たるっていったような形で、あくまでも表現の自由という枠論の中で、施設側の訴えっていうのを棄却して、これを施設を使おうとしている側の訴えの方を、認めるという話になってしまったわけです。だから、この、見事にこの法律の弱いところをついて、この
不自由展を開催する側っていうのは、自分たちの意見というのをゴリゴリ押してきてるわけですね。で、この施設の、この地裁の判決っていうのが、施設運営者側の言い分ではなくて、不自由展を開催すべきだとしている方の意見にある程度沿った内容だったので、じゃあ、公共の施設のその持ち主である組長さんの方はどういったふうに考えているかという記事がこちらでございます。同じく朝日新聞です。まずタイトルは、不自由展大阪地裁決定は不服、吉村知事が反論という内容になっております。では記事をご紹介します。展覧会、表現の不自由展開催の会場側が利用承認を取り消した問題で、大阪地裁が会場側の処分を執行停止にしたことについて、大阪府の吉村洋文知事は9日、記者団に、最終判断は、施設の指定管理者になるが、内容に不服があるので抗告することになると話した。展覧会は国際芸術祭、愛知トリエンナーレ2019の企画展、表現の不自由展、その後の出展作品を集め、16から18日に、府所有の施設、L 大阪市中央区で開催が予定されている。吉村知事は、施設所有者として管理権があり、裁量がある。施設には保育所もあり、労働相談も受けている。施設利用者を守っていく役割がある。管理権として利用停止を判断する権限はあると主張。地裁では認められなかったので、高裁に判断を求めていきたいと話した。展覧会の告知後、施設に対する抗議の電話やメール、街宣活動が相次ぎ、施設の指定管理者は6月25日、利用承認の取り消しを決めた。一方、実行委員会は6月30日に大阪地裁に提訴していた。というわけで、この施設の持ち主っていうのは基本的には、大阪府というところになって、で、その大阪府は、この公共の施設を民間の業者に対して、指定管理者制度っていうものを用意して民間企業に対して、管理運営お願いねという形で、外に出しているという形になっております。で、ここの吉村知事が言っていることは何かっていうと、そもそもみんなからいろんな反発があって、この施設で何かを行うことに対して、危険な状況になるのは目に見えてるでしょ。これのことを理由として、施設としては突っぱねるべきだっていう考えをしているわけです。私はこの意見っていうのは、非常に重要な話だと思いますね。で、結局のところですね、みんなから危険視されるようなものっていうのをやることによって、じゃあその施設を利用する人に危害が及んだとき、その管理責任が誰が問われるかって言われれば、当然のように施設管理者の側に、あなたたちは安全を守ることに対して、十分な備えができていなかったというふうに、責められるわけですよ。で、管理者としては、そういうことになるだろうなっていうのが予想できる状態なので、いや、あなたたちのこの申し出を受けてしまうと、私たちの、施設を利用する人たちが危険にさらされる、確率は高いので受けられませんという、このやり取りっていうのは、別に私はおかしな話ではないと思いますね。で、この記事の中に書いてないことなんですけれども、吉村知事がこの裁判結果についていろいろ新聞記者とかからインタビューを受けてですね、その時のやり取りの中で、毎日新聞が非常に延々とこの話題について質問を繰り返しているので、最終的には吉村知事が、あなたたちそんなにこのことが気になるんだったら、いっそのことこの公共の施設ではなくて、もう毎日新聞がもう、施設を用意して、開催したらいいじゃないですかっていうふうに受け答えしたっていうことが起こりました。これに対しては、それこそ、日本維新の会に対して、非常に反発している人たちの方からは、いやいや、何を話の本質をそらして、毎日新聞にやらせるようなみたいな話をしてるんだみたいな形で、批判はされてましたが、かなりこれは感情的になっちゃったのかなというふうにはちょっと思いますね、吉村知事。毎日新聞の記者がかなり食い下がっているっていう、そういったことがあったようですね。長々とこうやって新聞記者の、質疑応答しているとどうしてもそういった、だんだんと、なんというか、つけ込まれるようなことっていうのは、どうしても発生してしまう感じですよね。雨の中の熊さん、日本人全体への名誉毀損で裁判できないの。
どうなんでしょうね。このあたり法律の専門家じゃないとわからないですけど、いわゆる日本人全体への差別となると、誰が訴えて誰を被害者にしてっていうところが、なんていうか、漠然としすぎるのかもしれないですね。でも、できればそういった意味では反日活動っていうのはそうやって日本人全体に対するある意味差別活動なわけなので、そういったことに関して公共の施設がこれに関与するのは基本的にはなしなんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、やりたいんだったら公共の施設ではなくて民間の施設で自分たちのお金を使ってやってくださいっていうのが私は筋論だと思いますね。で、それでもなんで公共の施設がこんなにやりたがるかっていうと、結局のところ公共の施設っていうのは、ものすごく、安いんですよね。単純に、この施設利用料が。こういった展示会っていうもので、広い場所ってなると、そんなにいっぱいあるわけでもないし、で、民間の方はどうしても、ある程度お金が入ることを前提とした展示会とかをやることが多いので、あんまりお金が入らないなーっていう前提だと、なるべく施設利用料が安いところっていうことで公共の施設をなるべく使いたいっていう、そんな事情があるんだと思いますね。そんなことで公共の施設を使わさせるっていうのは私としてはちょっと気分が悪いんですが、あとは法律論のところで戦うっていう意味では、なんとか施設側に勝ってほしいなと。なんとか、相手側をギャフンと言わせるような、理屈をちょっと見つけてほしいとこですね。久我京さん、安全だけが論点になってるから警察が動く事態になってるわけでもないのに、と突っ張られるのではということですけど、まさに今のところはそうなってますよね。裁判の中では結局お断りした理由っていうのが、警備上の問題で施設利用者にもしかしたら害が及ぶかもしれないので、この催し物についてはちょっと却下しますというふうにしてお断りしたようです。で、地裁における論点としてもまさにその警備問題と安全上の問題として、果たして断ることができるのかどうか論争だったそうでございます。で、その後、じゃあ、日本を批判し貶める主張を許すのは、批判をするのを、いわゆる反日活動をすることを許すか許さないか論争になると、今度はですね、この憲法論議の中にもある表現の自由としてそれが許されるのか許されないか論争に発展して、そして今のところはですね、こういったいわゆる反日活動であるとか反天皇活動っていうその主張言論活動っていうのが、極めて不愉快なんだけど、じゃあ犯罪行為かって言われるとそれは犯罪行為に当たりませんよっていうのが裁判所の考え方です。だからこれは本当にね、気持ちとしては許せないんだけど、これが違法行為になるかって言われるとならないから、そこの部分以外でなんとか、突っぱねようとしてるっていう感じですよね。ビガタメさん、警備費用別途徴収。そうですよね。施設管理者としては、もう警備が必要ですよっていうものを受けたくないんですよね。当たり前の話なんですけれど。だって自分の施設としては場所を貸しますよっていうのがメインであって、その施設を使うのに警備体制を敷かなければならない。そして警備の費用は施設持ちだってなったら、完全に、いや、そんなことを私たちの業務範囲じゃないはずなのにぐらい、ちょっと思うかもしれないですからね。といったわけでですね、このトリエンナーレの表現の不自由点、この活動っていうのは、今回は大阪の話になってますけれど、別にですね、これが地方の町でも多分同じようなことが今後も起こると思います。この後、例えば福岡であったり、広島であったり、もちろん東北地方でもあるでしょうし、北海道でもあるでしょう。どこのところで行うかはわからないんですけれども、どこか弱いところをポイントついて開催にこぎつけて、それは彼らの実績として誇るみたいな、そんなことが十分起こり得るんですよね。
といったわけで、このトリエンナーレの話、表現の不自由点の話っていうのは今後もおそらくいろんなところで、大阪だけではなくいろんな場所で、そして毎回のように何事も、裁判になるっていう、そして、抗議活動も非常に激しく、そして開催する側は、自分たちが反日活動、反天皇活動をしているっていうことを一切伏せた上で表現の自由を守るっていう話をして、何か話をごまかした上で、これに反対するんですか、反対するなんておかしいでしょみたいなことを言い続けると思います。多分この構図それ自体は多分同じようにずっと展開するんじゃないかなと思いますね。なので私が朝日新聞の記事を紹介するときにですね、この展示会を開こうとしている側の立場に立っているっていうふうに指摘しているのは、どんな内容を展示しようとしているかっていうことに一切触れずにですね、一切触れないのに表現の自由の話だけをしているっていうところが、まさに朝日新聞がこの反日活動をしている人たちの立場に立った記事ですっていうふうに、ご紹介した理由です。もしもですね、これが反対の立場であれば、表現の自由を守らなければならないっていうことはわかりますよ。でもあなたたちのやっている展示内容、その趣旨っていうのは、果たして公共の福祉にかなうものなんですかっていう、そういった話になるはずなんですよ。そういった後半の部分がごっそり抜けて、あくまでも表現の自由を守らねばみたいな話をしているから、朝日新聞は完全に肩入れしているなっていうふうに私は、皆さんにご紹介しました。日野さん、朝日まだ内容触れないんだっていうことですけど、この記事には一つもどんな展示内容物ですかっていうところには触れてないですね。全くそのことについて触れずに、表現の自由を守る戦いだみたいな話だけを延々としている感じですね。よいしょ。だから報道機関がどの部分を取り上げて伝えるかっていうのが、まさにこの朝日新聞の記事を読むと、彼らはかなり意図を持っているなっていうふうに受け止めることができますし、そのことがわからないと、大阪の府知事がおかしなことを言ってて、表現の自由をこの人が守ってないわ、みたいな感じで受け取ってしまうという話になるんですよね。というわけで本当にどの部分について見ていくかっていうのが非常に重要で、もう新聞の報道していることだけをすんなり受けてしまうと、コロッと騙されちゃいますよっていう意味では、この朝日の記事っていうのは、そういった今のマスコミの姿をよく表しているように思いますね。ポチッとな。というわけで、旅好き和夫さんの書き込み2件をご紹介いたしました。ありがとうございます。さて、それではどこ行きましょうかね。ポチッと。じゃあちょっと次は、雨の中の熊さんの書き込みをご紹介しましょう。最近、職域接種や各地方自治体のコロナワクチン接種の予約受付がストップしたというニュースが多くなり、また政権批判につながっています。実際のところ、接種できるワクチンがないのか、どこかで配送が止まっているせいなのか、あるいはワクチンがないならいずれまた入ってくるのか、それはいつになるのか、等々詳しい説明がなく、いたずらに他国と比べて日本は、とマスコミが危機感を煽っているように思えます。上川さんのこの件の考察をお願いします。というわけで、書き込みありがとうございます。ここ最近ですね、コロナワクチンの接種について、いわゆる批判する側としては、いろんな先々の計画が立たないような形、つまり、どのくらいのワクチンがいつ入って、それがいつ配送されるのか、そういった計画を政府が全然話してくれないから、地方自治体としては、要望全部出しました。でも要望が叶えられずに、ワクチンが入ってこないじゃないか。これどういうことなんだっていうふうにして、伝えられると。この話はですね、基本的には、誰かが悪いではなく、実は、全員が悪い状態になっていると言った方が良いと思います。一体何のことかっていうとですね、まず第一に、政府の方は結局国外で作っているものを輸入して、それを自治体に分散配送している関係で、自分たちのコントロールで
いついつまでにどのくらいの量必ず入るっていうのをコントロールできないわけです。しかも、以前河野大臣が言っていたんですけれど、どのくらいの量いつ入ってくるかっていうのは、公にすることが現在の契約上においてはできないんだそうです。なので、できれば、1日接種120万回程度以上を超えるともう配送能力オーバーですっていう言い方しかできませんと。で、そのことを言っても、結局のところ、各自治体に対してはもうみんな頑張ってやりなさいよっていうのをガンガン言っていたっていうのが、これ一つミスですよね。何がミスかっていうと、自分たちの思った以上にワクチン接種希望者が集まってきたときに、それに対する返答として、きっちりと答えられないと。ワクチンが確保できませんとか遅れませんっていうことしか言えないっていうね。それだったら自治体の方としては、いや、そういう状態だったらどのくらいの配送ペースなのか教えてくれればいいのになんで言ってくれないんだっていう、非常にわかりやすい話になるわけです。ところがですね、政府は政府でね、ある程度の量をガンガン送っていて、市中にワクチンがいっぱいあるはずだ。自治体にもたくさんあるはずだっていうことを言うわけです。で、このあたり一体何でかっていうと、自治体の方は自治体の方ですね、少しこの政府の考え方とずれている部分があります。それはですね、自治体の方としては、ワクチンっていうのは2回接種ですよっていうのを前提にしているので、誰か一人が打ちましたよってなったら、もう次回はいついつですねっていう予約をその1回目接種の時に決めます。だから必ずですね、1回目と2回目っていうのはセットになってるわけです。で、なんでそういうことをするかっていうと、政府の方としていついつちゃんと届くかっていうのを約束してくれないので、1回打った段階でも2回目のものっていうのは、冷凍庫にある状態っていうのを前提にしているわけです。で、その打った状態っていうのを計算しながら1回目、2回目、1回目、2回目っていうのを見ながらやっているので、自治体にはまだ在庫があるはずだって政府が言うんですよ。確かにそうなんだけど、それはあくまでも2回目打つ人用のものもたくさん持ってるんだから、それは当然でしょっていうのが自治体側の考え方なわけです。で、もう政府としては実はですね、そこが、ちょっと考え方としてずれていた部分として、もう自治体の方に渡した分はもう1回目の方にガンガン打ってってくださいよっていうような考え方だったわけです。つまり2回目のものっていうのは順次入ってくるんだから、1回目打った人に対して2回目分を確保せずにもう使い切るような形でどんどん行ってもらって、2回目打つことが必要になった人に対しては、それに対して順次配送していきますよっていう、かなりですね、このあたりのその意識の差っていうのが政府と自治体の間でありました。だから政府もそのことを言わないのも悪かったですし、そのことについて自治体の方も、政府側とやり取りっていうのがうまくいってなかったっていう、本当にこれ行政の縦割りみたいな話ですよね。だから今みたいに足りてるはずだ、足りてないみたいな話が両方出てきてるっていう、非常に変な話になっております。なので、このあたり連絡がちゃんとすり合わせできていない。そして、政府側も結局のところ海外からやってくるものなので、ファイザーなりモデルナの言うことを聞かざるを得ないみたいな形で、結局のところ自分たちでコントロールできないっていうところを、まさに政府批判として、受けて当然な状態になってしまっているわけですね。ただですね、これ一つ気をつけなければならないのは、なんで足りなくなったかっていうことを一つ言うとすれば、ワクチン接種を受けたいですよっていう人が政府の思っている以上に多かったから、この許容量をオーバーしたっていうのが一つ現実としてあります。もしもみんなが全く打ちたくないですよっていう風になってたら、今みたいな状況っていうのは発生していません。そしてですね、この状況の中で、だいたい1日100万回ペースで行きましょうねっていうのを目標にしていた、その目標値っていうのは、おおよそ、順次越すことができている状態になってきてます。なので、このあたり、状況としては実はですね、全体としては、ワクチン接種っていうのは順調に伸び続けていますよというのが全体の状況です。日野江さん、ある意味嬉しい悲鳴なのかなっていうのはそういうことですよね。職域接種っていうのがどんどんと、これ以上ワクチンが用意できませんっていう話になったのも結局のところはこんなにみんな、応募してくるなっていうところから数が積み重なっていってこれ以上無理だっていう、そこまでオーバーしたわけですね。
まあ一気呵成にみんなで打ちましょうっていう話になったことから、このワクチン足りない論争へと発達したと。まあただ、この話をした時に皆さんもお気づきだと思いますけれど、もしも日本国内でワクチンが作れてたらこんな問題もおそらく発生しなかったんだろうなっていうのが誰もが考えるところだと思います。まあ例えば塩野義製薬がまあ年間6000万回分ぐらい作れるぐらいの能力を目指して今準備してますよなんていうニュースが流れるわけですけど。でも実際にはまだ作ってないんですよね。で、一方で日本では使ってはいないアストラゼネカについては、日本の JCR ファーマっていうところが現役生産について技術供与なんかも受けて、まあ準備万端ですっていう状態になって、まあファイザーとモデルナの国内生産の方の話っていうのが結局のところうまくいっていなかったのが、まあ今回の問題の一つ、解決すべき話題でしたよね。そして早く国産のワクチンっていうのを作ってねっていうところもどうしても指摘せざるを得ないと。今のところ年内治験、そしてまあ冬に間に合うかどうかなっていうふうに言われているので、正直この夏、秋に関しては国産のワクチンはまだ出てこないだろうと言われていますね。というわけで、雨の中の熊さんの話でございますが、まあ結局配送が止まっているというより、配送のできる量以上に今は希望者が多いっていうのと、自治体の方は自治体の方で1回目打った後に2回目打つ人用の部分を結構在庫として持っているので、在庫はあるんだけど、これはもう使うやつ用ですよっていう分類している関係で、なかなか全部を全部使うわけにもいかないっていう、それぞれの事情が結構絡まってる状況ですよね。ポチッと。で、この間、ワクチンの話は他の方も書かれていたかな。ちょっと待ってくださいね。あった。で、これに絡んで、よいしょ、兄さんの書き込みをご紹介しましょうかね。ちょっと途中で途切れてるかもしれませんが。大韓航空が職域でワクチン1500人分接種とありました。日本人でもまだまだ接種が進んでいない状態でもあり、第4波が来襲すると言われている状態でなぜこのようなありさまになるのかわかりません。主導したのは国交省と厚労省です。責任重大です。誰が主導でこのような情けないことが起きるのか、これから本格的に若者たち中心にワクチン。多分ですね、兄さんはですね、テキストパッドとか、ちょっと別のものに文章を書いて、それをコピー&ペーストでおそらく、書き込んだと思うんですけど、文章がちょっと途切れちゃってるんですよね。これから本格的に若者たち中心にワクチン接まで行って、その後点々点になってるのはおそらく貼り付けた時にそこでちょっと途切れちゃったのかなと。さて、それはそれとしてですね、職域接種の話さっきもしました。ワクチンについて。まず自治体で行っているワクチン接種、プラス、大規模会場でやるワクチン接種、プラス、職域接種っていう、この3本立てになってワクチン接種していきましょうねっていう話になって、そして一番最後に始まったこの職域接種っていうのが今は完全に許容量オーバーでワクチン足りないから、新しく受付は現在できませんという形で、門前払いになっている状況でございます。で、そういった状況なのに、大韓航空が職域接種、ワクチン1500人分接種ということで、兄さんとしては、なんで他の人全然受けられてないのにっていうことから、この問題取り上げてほしいっていうふうに書かれている状態でございます。この記事もですね、どっかに用意したような気が、どこかな。あら、用意してなかったっけな。用意してなかったか。用意してなかったようですね。このニュースっていうのはですね、結局のところ、ポイントとしてはこの大韓航空が受けたよっていうふうに、ピンポイントで言う話になってますけど、職域接種を申し込むときは、他の航空会社と連名にした上で、紛れ込ませるような形で申請をしたんだそうです。なので、大韓航空だけっていう形で、接種を受け付けたわけではないので、あとはもう、
最初の頃に申し込んだら人数的に、何か問題がなければとか、書類上問題なければとか、まあそういったところで話が通ってしまったようでございます。なので、逆にですね、この厚生労働省や国交省の方から、ぜひとも受けてください、大韓航って言って、まあ売り込んだわけではないというところですね。大韓航空の方から他の海外の航空会社のと紛れるような形で職域接種に、まあ見事に滑り込んでしまって、それを跳ねのけることができなかったっていうところですね。このあたり抜け目ないなっていうところですよね。まあこのあたりはですね、抜け穴でも何でもないところなんですね。結局のところ職域接種っていうのは早めに申し込んだ人ところからまあ不備がなければどんどん受け付けるっていうのが最初の方だったので、そこに結構まあ大韓航空を目をつけてさっさと申し込んだっていうのがまあ実態なようでございます。まあでもね、こんなんでちょっと足りないって言われるとやっぱりどうしても他に回してくれよとは私も思いますよね。で、この職域接種っていうのは他のところでも問題があって、例えば職域接種っていうのはある程度その企業で働いている人と、まあ、プラスアルファ取引先の企業の人数っていうのをある程度見越した人数で、まあ、応募できますよっていう形になっておりました。でもですね、これ、自分たちの企業がどこまで関わりを持っているかっていうのが最初の頃はですね、それほど厳密に見られていなくて、社員、まあ、500人とか1000人とかその程度の規模の会社がですね、まあ、500人じゃダメか、1000人以上ですからね、1000人以上の規模のところで、まあ、3万人ぐらいのワクチン接種規模を出して、それが通ったっていうことがあるんですよね。で、それはなぜかっていうと、自分たちの関連している企業はたくさん多いのだから、まあ、こんぐらい、やりますっていう形で申し込んだら、おお、そうですか、頑張ってくださいみたいな形で最初の頃はそれすらも、まあ、OK されてしまったと。で、その話が、まあ、その後どうなったかっていうと、実際のところ、まあ、3万人分ワクチンが供給受けたら、それをですね、結局のところ、自分の企業関係だけでは全然もう数が余りまくるんで、地域貢献ですよって言って、まあ、あたかも自分たちが確保したワクチンかのように地元の人たち向けに、まあ、どんどんワクチン接種できますよっていう候補をして、何か自分たちの手柄みたいにやってるようなね、まあ、そんなニュースなんかも流れて、ちょっとこれな、おかしいなっていうふうに思いますよね。だから最初の方は完全にこの性善説ですよね。何か過剰に、申し込みしないだろうという前提で、この職域接種っていう制度を設けたので、まあそれに付け込むような形で、まあ地域貢献ですよ。なんか企業イメージアップみたいにまあ利用される。そんな例も、まあ、実際起こっているようでございます。まあ少なくとも職域接種っていうのはそういった意味で言うと、厳密に何人ですよっていうのが言えないんですよね。その企業の中だけだったら社員名簿出してねっていう話で済みますけど、関わり合いのある企業、取引先の企業まで、まあ OK ですよってしているので、ちょっとそこがね、この日本のちょっとワクチン接種を進めようっていう大前提に基に、ちょっと話を進めすぎたなっていうところですよね。まあ、このあたり政府が批判されるのも、ここら辺もまあちょっと落ち度としては十分あると思いますね。まあただ致命的かと言われるとまあそういったわけでもないので、まあそこはね、まあ少し多めに見てあげようかなとは私はちょっと思ってしまうんですけれど。まあ少なくともですね、大韓航空の人たちが受けるっていう話を聞いて、まあ少なくともこの人たちが感染源になることの確率が減った方がまあ日本のためには良いかなと思いますからね。まあ何しろ韓国と行き来するようなことがあって、この人たちが結局韓国から持ち込んできたら、わーってまた広がっちゃいますからね。結局海外との、人の行き来のある場面っていうのはものすごく感染のリスクが高いので、まあこういった人たちも受けるのは別に悪いことではないと思いますね。さて、それでは次行きましょうか。何にしようかな。ポチポチポチ。まあ、今回はそれほど多く取り上げなくても大丈夫かなっていうことなんです。あ、そうそう。まあせっかく、一応ニュース的なものとしても用意しているので、まあこれをご紹介しておきましょうかね。まあ、というのもですね、ワクチンの話をするときに、私が一体どういう考えを持っているかっていうところを、まあ、紹介しないと、なんていうかな、ニュースの話だけだとちょっと断片的かなというふうに思ってしまうんですよね。で、私が今考えていることっていうのは、
以前から言ってますけれど、ワクチンっていうのは基本的にリスクの高い人たちを中心、つまり高齢者であるとか基礎疾患のある人たちに対して、猛烈に打つことができたら、この新型コロナの問題っていうのはものすごく小さくなりますよっていうお話をしていきました。で、そのことが最近少しずつ、具現化してきたなと思うのがですね、こちら東京都のデータなんですけれども、日本の中で今新型コロナの感染者数の確認が一番数として多いのが東京都です。で、それは単純に東京都っていうのがまさに人口が一番多い過密地域なので、非常にここが人数が多くなっているわけです。でも同時にですね、新型コロナのワクチンの接種も一番進んでいる地域でもあります。大阪だと感染者が多い割にはワクチン接種率が進んでいない地域だったりもするので、そういった意味では感染者数多いイコールワクチンの接種数になってないっていうのが、いわゆる公平を守るために地域全般にばらまいてしまっているっていう弊害もあるっていうですね。一番効率的なのは結局感染者数が多い地域に集中的にワクチンを用意して希望者全員受けましたよっていう状態が被害の縮小には一番いいんですけど、日本だとそうしたのがなかなかできないんですよね。もうとにかく日本一律で、はい、みんな配りますよみたいな形をしてるとどうしてもなかなか足りないということになります。それはそれとしてですね、今新型コロナのこの感染者数の話をするときに一般的には今日は何人でしたよという話をされます。例えばこれは昨日の7月9日の話なんですけれども、東京都では822人の感染が確認されましたよというふうに報道されました。男性女性っていう区別とかは出てますけど、このあたりはですね、一般的なニュースだと省かれる部分なんですけど、東京都の専門のサイトがあって、そこの中にはちゃんとデータとして公開されております。で、ニュースで伝えられるときにですね、今20代、30代、40代の若い人たちに、たくさん広がっていて、さあ大変ですよみたいな煽り方をされております。実際ですね、年代を見てみると、20代が270人、30代157人、40代147人、50代112人、そして60代35人、70代14、80代4人、90代1人、100歳以上は0人ということになっておりまして、新型コロナのこの脅威っていうのが一体どの人たちが一番厳しいかって言われると高齢者の人たちです。もうこれはもう初期の頃から、偵察としてもう本当に定着してるんですけれども、じゃあ今東京都で感染している人たちのじゃあ高齢者の割合はどうなってるかというと、60代以降っていうのが40人ぐらいしかいませんよと。822人中40人ですよ。で、これを見て何がわかるかっていうと、感染者が多くなったイコール何が問題かっていうと、その後重症者もぐんぐん伸びていくっていうこの連動が嫌なわけですよね。感染者100人出ましたよ。この100人が後々全員重症者になったら大変ですよねっていう話をしていたわけです。ところがですね、現在この60代以上の人たちの感染がめっきり、減ってきております。これはワクチン効果だろうというふうに考えられます。なかなかこれを絶対こうだということは神様じゃない限り言えないわけなんですけれども、少なくともですね、若い人たちの感染者数が多くても重症者数が上がってくるっていうこの関連っていうのを断ち切ることが現在はできてきている状態なので、この重症者数っていうのも今62人になっております。はっきり言ってこれはワクチン効果としては非常によく効いてきていますよね。もちろんこの、確率が低いからといって全員が全員助かるっていうわけでもないんですけども、少なくとも社会問題として、国家として取り組むっていうことを考えたときに、若者しか今かからないようになってきている状況っていうのは、どんどんと状況が良くなってきているっていうのは間違いありません。何しろですね、重症者っていうのが今62人ですけど、この62人っていうのは明らかに、自分たち日本の医療施設の許容内の中なんですよね。
まあ医療施設が例えば逼迫していて、もうベッドが全然足りない。もう次患者さんが来たらどうしようみたいな状況ではないわけです。まあなんだったら少し空いてるなぐらいな感じになってきているわけです。そのことのちょっとデータもあったと思うけど、よいしょ。こちら新型コロナウイルスの対策ダッシュボード。まあ去年からずっとお世話になっているわけなんですけれども、現在対策病床の使用率は日本全国で言うと 23.6% になっております。まあつまりですね、70% 程度は空いてるわけです。で、70% 空いてるっていう話を聞いて、いやいや、この後感染者が増えているんだから、この後逼迫するよっていう方がおられるんだったら、それは今、ワクチンをどんどん打っているっていう状況を完全に無視した、もう現実無視の発言だと私は思っております。で、ワクチン効果っていうのはですね、1回打ったらまあ約、有効性としてはまあ 30% から 40%。で、2回目打って、2回目打った後のまあ2週間で徐々に高まって有効性としてはまあ 90% 以上になるっていうふうに言われています。なので時間が経つっていうことイコールだんだんと被害者っていうのが減ってきますよという状況なので、感染者数が上がってきたね、じゃあこの後どんどん大変なことになるねっていうのは、少し状況が違いますよと。ワクチン効果っていうのを考えないと、状況の判断間違うというのが私の見方です。で、この話をすると必ずですね、今デルタ株出てきてるじゃないか、デルタプラスも出てくるじゃないか、そして今だと、その次のラムダ株、そしてイプシロン株というものについても、今出てきていますよ。だからワクチンっていうの効果っていうのもそれほど、頼りないものだっていうような方もいるんですけれども、この話として、そういった方が言うのは、今ワクチン接種国のイスラエルだとかイギリスでも感染者数増えてるじゃないか。そしてイスラエルではワクチンの効果が落ちたじゃないかっていう話をされます。で、そういったニュースなんかも実際に流れております。ワクチン接種先進国イスラエルでワクチンの効果が 64% に落ちたと発表。で、これを見るとですね、わあ、なんてこった 90% 以上あった有効性が 64% まで落ちちゃったじゃないか。中国製のワクチンでも 50% だから、まあそれより上だなとか、そういった話ではありません。実はですね、このワクチンの効果 64%、一体何が落ちたかっていうところがポイントで、感染予防の有効性が90何%から 64% に落ちましたよっていう部分、ここを気をつけなければなりません。そしてですね、大事なのは重症化するかどうかの部分についての有効性については、デルタ株についてもまだ有効性は 90% 以上ということが、分かっております。で、ワクチンの効果、一体何がいいのかと言われると、発症予防効果と重症化予防効果、この2つがですね、有効性が 90% 以上あるのが、まあ、ファイザーとモデルナなので、ここの部分について守られていれば、感染予防効果が90から 64% まで下がっても、ワクチンとしてはまだまだ非常に有効なんですね。で、ここを間違えないと、ここを間違ってしまうと、もう見方を全然、その後の判断も間違えてしまいます。先ほども述べたように、高齢者の人たちは優先的に、ワクチン接種を受けてきました。それによって、重症化予防、発症化予防っていうのがまあ 90% 以上の有効性を持っている。そしてそれは変異株に対しても有効ですよっていうことが分かっています。なので、この後時間が経てば高齢者の1回目接種が終わって2回目接種が終わりましたっていう人口もどんどん増えてきますし、またそこから2週間経てばこの有効性 90% っていう想定になっているあたりまで自分の中の免疫効果っていうのが高まってくるので、時間の流れっていうのを見ると、まあ非常に有効であることに変わりはありません。まあこのあたりのことから私はツイッターの方でも、なんでオリンピックの無観客開催なんかしてしまったのっていうふうにして、まあ批判的な話をしていたんですけれども、基本的には時間の流れっていうのが今まさにワクチン接種が進んでいる状況においては日本にとっては非常に有効なんですよね。でもですね、その話をすると、いやいや他の国ではワクチンじゃないが新型コロナの感染拡大もしてるじゃないかっていうふうにまあ必ず言葉が出てくるわけなんですけれども、じゃあどういうふうなことになっているかについてもお話をしておきましょう。
こちら韓国の事情でございますが、60代以上の新型コロナ感染者 96.6% がワクチン接種未完了者。これは韓国の話でございますが、もうこのタイトルだけでも一つポイントとしては、新型コロナの打ちたくない、もしくは打たないよというふうに決めた人たちっていうのは別に打つ必要はありません。なぜならばワクチンというのを打つ、打たないはあくまでも本人の自由意志で決定するからです。ただし、ここ本当に非常に大事なところなんですけれども、ワクチンを接種しないよと決めた上で過ごしている方が感染する確率、それ自体は上がっております。というのも、なぜデルタ株、デルタプラス、ラムダ株、イプシロン株が問題かっていうと、感染力が上がっているから脅威だっていう風な話を皆さんも聞いたことがあると思います。つまりですね、私はワクチンを受けませんよっていう風に決めた人に対してですね、状況としては、ウイルスの方はだんだんと感染力が上がっている状態なので、はっきり言ってかかる確率としては上がってるんですよね。ウイルスの方がだんだんと、感染力が上がってるので、自分は別に変わらないわけなので、この追いかけっこ上においては、未接種の人はどうしてもかかる確率はどんどん上がってきております。そういったこともあって、韓国で今、新型コロナの感染者数っていうのが過去最多を記録していたりなんかするわけなんですけど、その背景にあるのは、ウイルスの方がだんだん強くなっていますよっていう一方において、ワクチン打たないですよということを決めた人たちは、普通にかかって広がってしまうということが、実際に起こっているわけですね。よいしょ。で、今は韓国の話をしましたが、ですね、アメリカの方でも似たような話が出てきております。その数値がワクチン接種を促すか。6月に死亡したアメリカコロナ患者のワクチン未接種率が明らかにということで、こちらもですね、ワクチンを接種した人としてない人で、その後一体どんな風に数値として出ているかというお話でございます。で、ポイントとしてはですね、新型コロナウイルス感染者をまず見ます。感染してない人ではなく、もうそもそも感染した人の中から接種したか接種してないかっていうのを見ていきます。よいしょ。で、この記事のポイントですね。新たに新型コロナに感染した人、入院中の患者の 93% 以上がワクチン未接種だったと、結果として出てきました。なんだ 7% はワクチン接種したのに感染したのかっていうふうに思われると思いますけれど、これは当然のことでしてですね、ワクチンを受けたからといって 100% 防げるわけではないですよっていう話も同時にしないといけないということですよね。有効性90何%ですよって言われても、逆に言えば、有効性のその範囲外になってしまう人は必ず出てくるわけです。決して 100% ではないわけなので。でも逆に言うと、新型コロナにかかった人の調査をしてみたら、ワクチン接種した人は、一桁台に収まっていて、9割以上がワクチン未接種だったっていうのは、まさにこれはワクチンの効果を実証するようなデータなんですよね。そんなわけでですね、アメリカは特に今、希望すればほぼ誰でもワクチンを受けられる状態になっています。日本だと接種券が届いてないから受けたいと思ってるんだけど受けられないっていうような形で全然数が追いついていない事情はあるんですが、アメリカの方はですね、もっと早くってもう打ちたいんだったらもう別に街角のどこでも受けれるぞぐらいな状況になっているので、アメリカの状態っていうのはそういった意味では私は打ちませんと決めた人たちっていうのを中心に感染が広がって、その人たちっていうのは結局免疫を持っていない状態なので、無防備な状態でかからざるを得ないという形ですよね。で、そういった状況なので、アメリカで感染拡大起こってますよって話を聞いたときには、このワクチンを受けないぞって言っている人たちが人口のおよそ30から 40% いるよっていうところから、何千万人単位で、ワクチンを受けないっていうことを前提に生きている人たちがたくさんいるので、感染拡大することがあっても、それはある意味仕方ない面がちょっとあるんですよね。よいしょ。
このあたりの事情っていうのを見ておかないと、イギリスやアメリカで感染者の数増えてますよねっていう話をされても、いやいや、アメリカやイギリスではワクチンを受けている人とワクチンを受けてない人の間でそうやって感染するかしないかっていうのは結構分かれ目になってるよっていうところをちょっと見ていかないといけません。で、海外においてはですね、ワクチンを打ったか打ってないかっていうのを証明書みたいなのを発行して、例えば催し物に出かけるときには、あなたワクチン受けましたかっていうのを、一つ、免除にしてるわけですね。例えばイギリスにおいてはテニスの、大規模な大会のウィンブルドンっていうのが行われているわけですけれど、この大会の観客っていうのを、それこそ今 NHK で放送されてますけど、お客さんがほぼほぼみんなマスクしてないで会場に入ってます。センターコートだとそれこそバーッともう席に一つも隙間もなくお客さんが埋まってたりなんかするわけですけど、誰もマスクしてないなっていうのがわかるんですよね。で、なんでそんな風にして観客の人が誰もマスクをしてないかっていうと、観客として入るための条件としてワクチン接種を済ませているか、もしくは過去にもう新型コロナにかかって治ったんですよ。治ったんだから、私の中には免疫がありますよっていう、そういったものを証明した状態で、観客として入れるっていうことなんですよね。そういった風にしてワクチン接種っていうのを一つの、パスポートにして、日本でもやっていこうという動きが少しずつできてきております。この話をすると、いやいや、ワクチン接種ができない人、いわゆる体質的に受け付けられることができない人っていうのがいるんで、そういう人たちに対しても配慮する必要はあるっていう話はあるんですけど、全体としてはそういった人に配慮しつつ、パスポートを出すっていうのは私は必要だと思いますね。で、なんで必要かっていうと、結局のところ海外に行けないんですよね。これがないと。国際的な標準規格っていうのがまだ決まってるわけではないんですけれども、ワクチン接種したかしていないかっていうのを公的な証明書を出してもらわないと、いや、あなた打ったって言ってるけど、本当に打ったのっていうこの意味のないやり取りは、絶対意味がないっていうか、役所の手続き上はありえないですよね。空港に来た時、あなたはワクチンを受けてますか受けてませんかっていうのを結局口頭で確認するっていうのは確認のしようがないので、最低限公の施設、公の機関が出した接種証明書っていうのを、添付してくださいっていう形が今後どんどん増えてくるだろうというふうに言われてますね。で、これがあれば逆に言えば、例えばアメリカに行った時に、ワクチン打ったんですね。じゃあ大丈夫ですね。特に、この後何もありませんので、ご自由にどうぞみたいな感じで、中で過ごすことができるということですよね。で、この話っていうのは、だんだんと結局世界との関わり上において避けては通れない話には、なると思いますね。そして首相官邸の方の今、ページをちょっと開いてるんですけれども、今どのくらいの人が、ワクチン接種を受けているかという、このデータなんかも普通に日々出ていて、これが数値どんどん伸びているので、私自身としてはこの数値が伸び続けている限りは基本的には、月日が経つごとに状況は改善していくというふうに考えております。で、1日の接種回数っていうのが250万回なんか数値今出てるんですけど、この原因っていうのがですね、データを打ち込む作業を後回しにしていた関係で今、ドット打ち込んでいるっていうことが起こっているそうです。なので1日の、250万回打ったようではなく、データ入力が今250万回っていう1日になっているんだそうですね。ただ少なくとも実際に打ってるんだけどデータとして打ち込んでないだけっていう人が結構いるっていうことを考えると、やっぱり状況としては、良くなっていくのは間違いないかなっていうふうに私は見ております。このあたりのニュースっていうのを見ていくと、どっちかっていうとですね、ワクチンの反対派の人たちが少しずつ言わなくなっているのが、新型コロナのかかった場合の副反応ではなくて、後遺症の話っていうのを少しずつ無視されているのが私は気になってきています。確かにワクチンを打つことによって副反応っていうのは必ず起きるわけです。例えば、モデルナアームと呼ばれるような腕が赤く腫れ上がる現象であるとか、アナフィラキーショックであるとか、心筋炎なんかが発生する場合がありますよっていう話なんかも、これは報道されています。
一方において最近だんだんと下火になってきているのが、そもそも新型コロナにかかった場合のその後の後遺症の話。以前だとこの味覚障害の話っていうのが散々言われていたわけなんですけど、最近だとですね、これに加えて、疲労感がずっと続いてしまいますってやるとか、脱毛現象、これは男性の方が気になるのか女性の方が気になるのかわかんないですけど、女性でも新型コロナにかかったことによって10円ハゲみたいな形で毛が抜けてしまうなんていう、そういった現象なんかも起こっているそうでございまして、この怖いのがですね、病院に入院するほどではない軽症の人がですね、後遺症でその後2ヶ月3ヶ月ずっと味覚障害になりましたであるとか、疲労感っていう誰もがですね、自分しかわからない辛さっていうのが後遺症として残っている場合なんかもあるそうでございます。なのでですね、本当にワクチンっていうのをメリット、デメリット両方ちゃんと見ないといけないんですけど、今だと、ワクチンの副反応にばっかり目がいって、若い人でもこういった味覚障害であるとか疲労感がずっと残ってしまうとか脱毛現象が起こるとか、そういった部分についてはちゃんと見ておかないと、メリットデメリット両方見比べることが情報として片方に偏ってしまいますよっていうのをちょっと見ていかないといけないですね。ちなみに私は高齢者ではないんですけれども、残念ながら私自身気をつけているんですけど、どうしても治らないのが肥満っていうものがあって、この肥満っていうのがですね、この新型コロナの、感染した場合の重症化リスクが高いものなので、私はワクチンを受けないと危険だなっていうふうに分類されますね。よいしょ。ポチッとな。ひなののさん、コロナ後遺症で糖尿病になりやすくなる後遺症があると聞きました。はい、こちらも報道されております。糖尿病になりやすい原因っていうのは結局のところ、内臓に対してダメージが食らわされてしまうのでですね、結局インシュリンのそのメカニズムを崩してしまう。そのためにこれまで糖尿病じゃなかった人が糖尿病になってしまう。そのきっかけとして新型コロナが悪さしてしまうっていうのが、今言われております。で、この発生率っていうのは基本的には日本人よりも欧米の人の方が多いと言われています。これはですね、インシュリンの働く機能そのものは日本人と欧米の人を比べると欧米の人の方がはるかに、強いんだそうです。欧米の方が BMI って言って肥満指数っていうのははるかに高い人が多いんですけど、それでも、インシュリンっていうのがちゃんと正常に働いて、日本人ほど糖尿病にはならないんだそうです。ところが新型コロナっていうのはそういうのを無視した状態で、内臓にダメージを与えるので、欧米の方では、今まで太ってたけど糖尿病じゃなかったのに、でも新型コロナにかかったせいで糖尿病になっちゃってまうじゃないかっていうことが続発しているんだそうです。このあたりはですね、日本においても、数はそれほど欧米よりはひどくはないでしょうが、少なくとも日本でも同じように、これからちょっと太り気味で糖尿病じゃなかった人が新型コロナにかかったせいで内臓にダメージ食らって、糖尿病へと悪化してしまうっていう現象は、ここから出てくると思います。このあたり、人種間によってその副反応じゃないや、後遺症の強さっていうのはちょっと違いが出てくるんですけれども、少なくとも、頻度は違っても出ることは間違いないので、周りの人で新型コロナにかかっても、私は何にもなかったわっていう人がいる一方において、なんてこった、新型コロナにかかった後、糖尿病で引っかかったわっていうことが、これからは出てくるでしょうっていうところですよね。よいしょ。そうですね。ドンパーチさん、糖尿病は遺伝も原因の一つだとか。ただし、遺伝性糖尿病と生活習慣病としての生活習慣病としての、糖尿病のリスクっていうのは、それぞれ分断されているところがあって、必ずしも一致するものではありませんよ。だから生活習慣が全然問題ないのに、私糖尿病になったわっていう人の場合だと遺伝の場合があるんですよね。なので、糖尿病予備軍の方はお気をつけください。新型コロナの方は本当に、いろんなところに作用しますからね。例えばですね、この味覚障害っていうのは確かに分かりやすいんですけど、それ以外も結局肺炎を引き起こす前で止まる人も、
肺の機能が落ちるっていうことは一般的に言われています。これはですね、若い人の場合、特にスポーツマンの人だと新型コロナにかかっても、私軽症で済んだわ、もうなんだったら無症状で終わったわっていう人がたくさんいるわけです。ところがですね、この心肺機能が落ちることによって、競技ができなくなったっていうスポーツマンも結構、出てきてるんですね。特にスキューバダイビングのような、海に潜るような人たちっていうのは常に心肺機能っていうのを使わないと、スポーツができないような人たちですので、そういった人たちがですね、新型コロナにかかった。でもほぼほぼ無症状で大丈夫だと思った。でもなぜか今までのように息が続かない。なんでだってなった時に、後で調べてみたら、あなたは新型コロナにかかって治ったようですねっていうのが抗原検査とかでわかると。で、なんてこったって残るんだけど、その心肺機能にダメージが残ったっていうのは結局のところ、もしかしたらもう一生つきまとって治らないかもしれないっていうふうなことも言われることがあるそうです。これなんかも、本人の生活上においては、それほど大きなダメージではないけど、競技人生という意味では、ちょっと致命的なダメージになったっていう、そういったニュースなんかも流れてますよね。といったわけで、最近だとワクチンの副反応について集中的にニュースが出るわけなんですけれども、だからといってコロナにかかっても軽症で済んだからといってもう何もないようではなく、人によっては一生涯心肺機能の低下に悩まされるっていう可能性もあるので、このあたりのことは見過ごしてはならない話だと思いますね。糖尿病の話で、田代圭一さん、おしっこ泡だったら注意が必要ですっていうことですけど、まさにそうですよね。ポチッとな。はい、というわけで、日本でも新型コロナの後遺症、若い人でも、無症状だったり軽症で終わったりする人たちの中にも、非常に長い後遺症に苦しむ場合がありますよというニュースなんかが流れております。半年経っても筋力が低下したままだ。肺機能が低下したままだ。疲労感がずっと続いているというところで、しかもこの後遺症っていうのが何かの病気かって言われるとそうではないので、なかなか治らないんだそうですね。といったわけで次の話題行きましょうか。それでは、カオリンの部屋さんの書き込みをご紹介しましょう。オリンピック無観客になってしまいました。あと2週間でホームビューイングで盛り上がる方法はないですか？政府に提言するモノテレビを YouTube に無料で公開して全世界からライブ視聴と保存、コメントも翻訳できるとか、大型テレビを5万円でぐらいで特売するとか、なんかお知恵を。というわけで、なんかお知恵をということなんですけど、現代の科学技術を使って様々なことが演出できるっていうのが一つ売りにすべきかなと思っています。で、一体何のことかっていうと、今、ほとんどの会場で無観客試合にしましょうっていうのが正式決定されました。私自身はそんなことをする必要ないっていう方の話として今日いろいろ話をしたんですけれども、もう決めてしまったからにはじゃあどうするかっていうところへちょっと話題を展開しましょう。で、私が何をすべきかっていうと、観客席に観客がいないんだったらそこをものすごく撮影カメラをどんどんと入れるべきだっていうふうに思ってます。で、具体的には人間が持ち運ぶカメラではなくてですね、ドローンを使って撮影する。そしてドローンをたくさん飛ばして、いろんな角度から近づいたら遠ざかったり、上に上がって俯瞰で見たり、その俯瞰から一気に選手の間近までっていうような形で、撮影するいろんなアングルを、皆さんにお届けする、そういった撮影技法としての、観客がいないからこそできることをすればいいんじゃないかなと思います。ちなみに先ほど選手に思いっきり寄ってっていう話をしましたが、ドローン自体が近寄るんではなくて、あくまでもズームでドローンで撮影するということで、ものすごく近く、そして遠くも、そして具体的にはいろんな視点を使って、前後左右様々なところから見せるっていう、こういった新たな、放送スタイルっていうのを模索するのもいいんじゃないかなと思いますね。特にお客さんが入っているとそういったことなかなかできないですからね。お客さんが入っている時にもうお客さんの頭の上ですぐにドローンが飛んでるなんてことをちょっと危なっかしくてできないですからね。
で、ここ最近のこのドローンの性能っていうのもものすごく上がっていて、まあ静かにできますよっていうのもあれば、ものすごく、放送機材の良いものを載せることもできるようになってます。まあそういったこともあるので、例えば選手の人がまあ今在属選手さんが言われてますけど気が散りそうっていうこともあるんですけど、ものすごく近くまで行けばそれはもう羽音がすんごいブオーンってなってるやつはダメなんですけど、まあ近づかなければ全然大丈夫でしょうぐらいな感じでね。最近だと4K の撮影機材を乗っけるだけではなくて 8K とかもうそういった放送よりも良いものを載せるっていうね、 8K 放送してないのが 8K のカメラ開発して意味あるんかとか思うんですけど、まあそのぐらいのものも載せられるようになってきてるので、最近だとまあそういったものを使えばですね、選手にとって気にならない距離からズームでガンガン撮れるよっていう、まあそういったものもあるので、そういったものを活用して、今までとは全く違うまあ展開を見せてくれるのもいいんじゃないかなというふうに思っております。よいしょ。MT さん、サッカーやラグビーワールドカップの時みたいにワイヤーで吊るしたカメラは用意するんじゃないかな。ドローンは墜落の恐れがあるから利用は控えめだと思われるということですけど、まあまさにこういったワイヤーで吊るしたものっていうのは安全性も高くて、まあそうそう落ちることはないですからね。なので、今サッカーの試合なんかでもよく使われてますけれども、同じように全競技でこうしたワイヤーを使ったものについては利用されることでしょう。あとはドローンの墜落の恐れがあるからっていう部分については先ほども言ったように、観客席には観客がいないっていうことを前提にして、観客席の上だったらガンガン飛ばせるんじゃないかなっていうのが私の考え方であります。お客さんが入っているときはこの墜落の危険性もあるので、なかなか観客席の上をガンガン飛ばすことができなかったので、このあたりが、無観客だからこそっていうのを活かす、まあそういった状況なんじゃないかなというふうに思ってます。エビガタメさん、ペッパーくん解雇されてるみたいだから会場に入れてあげれば。そうですね、ペッパーくん結局のところなかなかまあ好調なビジネス展開はできなかったようで、生産なんかも今ストップしているようですね。なのでまあ観客席にガンガンロボットを乗せるっていうのは一つの手かもしれません。ただデザイン上あんまりペッパーくんについて私は、あれはどうだろうなってずっと思ってるので、もうちょっとなんとかしてほしいなって思いますよね。トモさん、100メートル走はカール君にカメラを持たせて伴走させる。時々、脱線すれば完璧っていうことですが。確かこれ何か昔のテレビでそんな企画あったかなと思うんですけど。まあ、100メートル走で並走している、カール・ルイス君像の前にが走ってるってやつですよね。MT さん、ペッパーくん中古屋に6万8000円で売ってましたが、不気味です。ということですけど、6万8000円なんだ。へえ、そのぐらいの値段だっていうのは初めて知りました。ありがとうございます。まあ、6万8000円でも欲しいとは全く思わないんですけどね。もうちょっとやっぱね、デザインがないなって私は思ってしまいます。まあ、デザインっていうのは非常に大事ですよね。ロボットを作る上で。まあ商標権の問題とかもいろいろあるとは思うんですけれど、やっぱりですね、将来的にはまあドラえもんとドラミちゃんを作るのが私は一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。なかなかそうはいかないんでしょうかね。漫画の中だと確か松柴だったかな。松柴製の、ドラえもんだったと思うので、まあ今では松下電器っていうのはないんですけれども、まあどこかの企業がね、松柴っていうメーカーを作ってそこからドラえもんを作ろうっていう、まあそっち方向に進むのもありかなと思いますね。この未来になったらもしかしたらこれが実現するんかもっていうのをまあ逆取りする形で企業名をつけることっていうのはあるんですよね。まあ例えばターミネーター2ではまあサイバーダイン社っていうところがまあ一つキーになってターミネーターを製造することになっていること、まあなっているというかまあ研究することになっている会社なんですけど、まあそれをある意味日本でもっていうことでまあサイバーダインっていう会社を作った人もいますからね。まあ、その人は確かロボットの人工筋肉をつけて何か物を持ち上げるとかそういった人間の動きを補助するものをまあ作っている会社を立ち上げたと思いますね。まあそういったこともあるので、まあいつかドラえもんを作る日も日本人がやってくれたらなと思いますね。高木久美子さん、着ぐるみを着る、旭日旗振る。まあそういったパターンもありますよね。
吉川さん、それでは夜も遅いんで私はこれから寝ます。おやすみなさい。またね。はい。大丈夫ですよ。もう10時半でございますので、もう眠たくなったら眠るのが一番でございます。まあ、この時間帯から眠るのは全然ありだと思いますね。あんまり夜遅くなってくると、まあ、すっきり眠れなくなる人もいますからね。さて、それでは次行きましょうかね。ちっとな。兵庫加古さんの書き込みをご紹介いたします。静岡県熱海市伊豆地方の土石流災害で明らかにメガソーラーの原因と思われますが、メディアは根本をごまかし報道をぼやかしています。メガソーラーの開発者が地区関係者、そして隣国の関係等、メディアはこのままごまかしていくのでしょうか。上川さんもあまりこの話題は困られると思いますが、ある人たちの特権、闇の部分日本はこれでいいのでしょうか。すみません。多分取り上げられないと思いますが、皆様に問いかけてみたかったのです。エコ利権反対。というわけで、兵庫加古さんの書き込みをありがとうございます。メガソーラーの問題というよりは、これは熱海市における土石流災害その後どうなったかというお話ですよね。で、その話っていうのは様々なところに論点があります。まず第一にこの兵庫加古さんが言われているように、この土石流が発生したその原因となった部分の話として、メガソーラーがあったから、そこのメガソーラーがあるっていうのは保水力がなかった。つまり、大雨が降った時にその水っていうのが結局ドバッと水として、地面に行ったので、その部分だけ、土石流を発生させたっていうお話ですね。一方で現在どのような報道がされているかというと、そのメガソーラーの話ではなく、現在においては盛り土、どのくらいの量の盛り土がされていたのかなっていうのが、大きな焦点になっています。なんでその部分が大きな問題として言われているかっていうと、まず、建設弾道なんかを、どんどんとその場所に持ってきて積み上げていたと。で、その積み上げていた量っていうのが、県に申請しているよりもはるかに多い量だった。プラスアルファ、そういった盛り土をものすごくするんだったら、その盛り土が崩れないようにしっかりと、擁壁内を作って、水が溜まったらその水を抜くための、杭とかパイプとかをガンガン入れないといけないなのに、それらについての施工が全然できていなかったじゃないかっていうお話から、この盛り土っていうのが結局のところやりすぎたから崩れたっていう、いわば、水が入ったかどうかっていうか、もうその盛り土それものが、大きな問題を抱えていたっていうところが今大きな問題になってるわけですね。で、この盛り土が一体どっからやってきたのかっていう話として、産業廃棄物なんかも含む建設残土がガンガン入れられていたから、これを隠したかった部分もきっとあっただろうなっていう、そして、申請よりもはるかに多かった量を持ってきてるから、結局施工もずさんだったんだろうなっていうことが今分かってきてるという話ですよね。なので、結局のところメガソーラーが、原因として言われている部分は 100% ではないっていうふうに私も思っていて、いくつかある要因が被さった上で複合的に起こったのが結果として土石流だったっていうふうに私は思います。例えばですね、このメガソーラーがなかったら、じゃあこの土石流発生しなかって言われると、今回ではなかったにしろ、いずれは発生した可能性はあるなと思っています。先ほども述べたように、盛り土の量がめちゃくちゃ多かったですよ。そしてその盛り土に対して、崩れないようにする施工っていうのが十分ではなかった。水抜きも十分でなかったっていうことから、いつか起こる可能性があった場所だったということです。で、この盛り土がされていた場所っていうのが、谷、山谷っていうのはまさに、谷っていうのは必ず山で流れた水っていうのが流れ込むからこそ、土が流されていって、そして浸食されていって、地形として、くぼんだ場所になるわけです。で、そのくぼんだ場所になる谷に対して盛り土をガンガンしていたので、自然の形としても雨が降ったらそこに水が流れ込む。だから水に対する施工はしっかりとしていなければならなかったのにそこができていなかったっていうことなので、メガソーラーも一つの原因ではあるけれど 100% ではなく、それもプラスアルファとして、そもそも盛り土に対してきちんと施工管理していなかったっていうのが、おそらく大きな要因だったなというふうに私は今のところ思ってますね。で、それとはまた別にですね、このメガソーラーの開発業者が、いわゆるふにゃふにゃ地区関係者であるとか、もしくは、
この静岡県周辺で行っているメガソーラーの開発にですね、韓国系の企業がどんどんと乗り込んできていますよっていう問題なんかもあります。で、この日本のこの問題の中でですね、法律上や規制の緩いところに対して積極的につけ込んでくる人たちっていうのがいるわけです。これは日本だと反社勢力と言われるような人たちがですね、自分たち本体ではできないからペーパーカンパニーとかを通して、いわゆる反社勢力がですね、自分たちのしのぎのためにやってるものとかもあるわけですし、また同じようにですね、海外勢力にしてみれば、日本でこんなことやっとるんか、ここめちゃくちゃ、規制ができてないから、ここつけ込めるぜ、金儲けできるぜ、みたいなところも、結局つけ込まれるのは結構ね、行政上の問題もあるんですよね。よいしょ。だから結局行政の方にもあるし、それにつけ込む方もいるしで、複合的な要因が本当に被っちゃってるんですよね。日本っていうのはそういった意味で何かが起こらないと、この問題に対して対処しないっていう非常に悪い癖があるんですよね。問題があると分かっているのに、大きな出来事が起こらないとなかなか改善せずに、なんとなくなーなーで過ごして、そして未来において何かボーンって大きな出来事があった時に、なんで今までこんなこと分かっていたのに、なんで訂正しなかったんだ、改善しなかったんだっていうところで、大盛り上がりしてしまうっていうね。このあたり本当に悪い癖ですよね、日本の中の。よいしょ。で、そもそもメガソーラーの話なんですけれども、私は以前の生放送や動画ではしてないんですけど、生放送の中で言いましたけれども、日本の風土にはこの太陽光ソーラーパネルっていうのはあっていません。これはですね、開けた場所に非常にメガソーラーのパネルバーって並べるっていう行為そのものがですね、日本の場合だと平地がそもそもあんまりないので、これが全然できませんよと。で、平地がいっぱい余ってるところっていうのは逆に、太陽光発電向いてない地域、例えば北海道とかですね。北海道や東北地域っていうのはどちらかというと開けた場所があるんですけれども、そこは雪が降るから全然発電には向いてないと。一方で発電に向いている地域は日光から言うと、九州地方や沖縄が当たるんですけれども、もうそこはですね、はっきり言って、ソーラーをやるようなものがあったとしても、ちょっと余り気味というかね、ここやらなくてもいいじゃないかっていう話にはなってきますよね。結局山を切り開いてしまえば、先ほどの話にもあるように、林を切り開いていて、山に対する保水力を失って、自然破壊につながっちゃうっていうところからして、結局日本には合ってませんよっていう話ですよね。私としては洋上風力発電のようなものに、今の利権を調整するよりはやっぱり海の上が一番いいんじゃないかな。そして地熱発電なんかも活用すべきだろうと思っております。一方においてソーラーパネルやるんだったら今空いている場所としては建物の屋根っていうのがこれだったら全然いいと思います。ただしその場合だとですね、最初からパネルをつけることを前提にした、建物の作りじゃないと、重いものを乗せる関係で、どうしても一般家庭だと、あんまり良くないね。効率的にはね、良くないので、これもあんまり実は自然環境のことを思うと、決して割に合うものではないんですよね。例えばですね、もう住宅が建ってますっていうところに、後からソーラーパネル、どんどん並べましょうねってなったら足場を組むお金かかりますよとか、そういった話もあるし、その後ですね、何年かしたらパワーコンディショナーについては寿命が来るので必ず変えないといけないですよ。そして年数が経ってきたらどうしてもですね、発電効率が落ちてくるんで買い替えないといけませんよ。処分するためにお金が必要ですよ。その処分をするときにもまた、メンテ費用もありますし、解体工事もありますし、廃棄するときにもお金かかりますんで。ということで、必ずしも一般住宅の場合だといいことはちょっと、トータルではあまりいいことはないと思うんですよね。例えば工場みたいにものすごいだだっ広い場所に、建物があって、屋上に何もありませんよとかだったら、パネルバババババーっと並べるっていうのは全然ありだと思うんですけどね。なかなかそういう風にして考えると、日本ではソーラーパネルっていうのはそれほど押すようなものではないっていう風には思いますね。よいしょ。ひなののさん、火山の熱で発電できないのカバー。
なんで語尾が何のカバーってになってるかちょっとわかんないですけど。結局ですね、地熱発電とか、熱に対する、耐性の強いものを使わなければならないっていうのもあって、結構メンテナンス費用はかかるんだそうですね、地熱発電。で、地熱発電はその他にも、例えば温泉地と被っていることが多くて、なかなかうまく開発ができないとか、もしくは今自然公園っていうところが、指定されているところがあって、地熱発電するにもなかなかその許可が取れないみたいな話もあって、なかなか進まないんですよね。ただ、場所として日本っていうのは、どこでも火山帯の上にある関係で、非常に地熱発電はできるはずなんですよね。だから地形的に言うと、ソーラーパネルよりも明らかに地熱発電の方が長くやっていくことができるので、私は推すべきだと思いますね。あとは先ほども述べたように、温泉との被った時のその利害調整とか、自然公園に指定されている場所の開発として地熱発電をなるべく認める方向に持っていかないといけないとか、そういったところがね、どうしてもあるんですよね。ハクビさん、地熱発電は温泉の人たちが反対するからね。総雲峡さん、地熱発電は温泉業者との絡みがまさにそうなんですよね。結局のところそこなんですよね。今ある人たち、今温泉とかを使っている人たちとの共存っていうのが難しいっていう話になっちゃうからなかなかうまくいかないんですよね。ただですね、この地熱発電、そういう風にして考えると、特に温泉みたいなものをね、なんとか利用できればなと思うんですけどね。残り湯だけでも結構あったかいお湯ですから、そこで沸かすのもちょっと効率的にできるのになとか思うんですけどね。よいしょ。アクロマジャパンさん。地熱発電は発電量がそこまで多くないので、日本の土地柄的に適していても需要を賄えない。それは全然問題ないと思います。というのも、何も私は地熱発電 100% で日本のエネルギーを全部賄おうっていう考えではありません。あくまでも組み合わせの上で地熱発電は使えるよっていう話をしているだけでございますので、使えるものとして使って、あくまでも限界は超えない話ですよね。基本的には結局、発電っていうのは、いろんなものを混ぜ合わせますよって話には必ずなるので、今のところは。その中において、いくつか組み合わせる中で、地熱発電っていうのも一つ手ですよっていう話ですね。佐藤健二さん、宇宙にソーラーパネル作ったらええねんっていうことなんですけど、大丈夫ですよ。その件についても私はありだと思っております。ただありだなと思う反面、なかなか政治上難しいなと思っているのが、それこそ地上焼き尽くす兵器にも転用できるので、なかなかその他の国から警戒されるかなっていうものがありますよね。何しろ宇宙にソーラーパネルを並べるとですね、ずっと雲なんかかかることないわけです。で、何か星の影に隠れるような場所じゃなくて、ちゃんと星の影にならないような場所に設置すれば、もう延々24時間ずっと発電することができるわけです。で、あとは地上に対してそれを、なんかウェーブ波みたいなものに変換して、で、それを、地上で受けるような形にすれば、電気をずっと宇宙から地上へと持ってくることができるんですけど、その調節をですね、いろいろ変えてしまうと、例えばパネルの位置を変えてですね、その熱照射を地上に対して行うともう焼け焦げになってしまうとかね、そういう超兵器にもなってしまう可能性があるので、で、ウェーブに変換して地上に持ってくるときも、結局それをですね、ちゃんと受け止めることができずに、それを兵器として使ってしまったらさあ大変っていう話にもなってしまいますからね。なので、ここ結構、軍事に転用する問題として、なかなか難しいですよね。一番いいのはなんだかんだ言って核融合季節を作ることができれば、当面人類大丈夫だなってなるんですけど、そこまで行くまでにはおそらく50年ぐらいかかっちゃうので、その間どうつなぐかっていう話ですよね。ガロさん、送電ロスが多そうですねっていうことですけど、送電ロスはいっぱいあると思います。でも、送電ロスが多くても気にならないようにするっていう、考え方ですよね。結局宇宙に持っていくっていうのは。地上に作っていると結局のところ天候によって左右されてしまったりすることがあるんですけど、宇宙だったらそういった自然環境によって、ロスが全然ないなっていうことがあって、その分だけ送電の方に、ロスがあっても気にしないっていう考え方でしょう。はい。
ハクビさん、ダイソン級だっていうことなんですけど、ダイソン級はですね、人類にとっては、今のところ考えうる限りはっていうか、まあ相当先ですよね。多分2、300年じゃ足りないと思います。うん。核融合発電っていうのは未来技術ではあるんですけど、まあ多分50年から100年ぐらいで実用化されるだろうなっていうふうに思うんですけれども、ダイソン級っていうのは結局恒星の持っているエネルギーを全部まるっとご利用しましょうねっていう話なんですけど、まあ私たちは太陽系っていう恒星の周りにいるわけなんですけれども、恒星の太陽の持っているエネルギーっていうのを全部持てばですね、もうちまちま、発電しようなんてこと考えないわけです。ものすごい莫大な量のエネルギーを持っていて、しかもそれが何億年とまだまだ使えますよっていう話なので、で、それを全部吸収するっていうのが、まあ、ダイソン級なわけです。で、今のところダイソン級を、まあ、建設するための今の人類の科学技術は、まあ、ほぼないので、まあ、ステップとしては、核融合発電っていうのを、まあ、50年から100年以内に、実用化して、その後、軌道エレベーターか、まあ、スカイフックなんかを利用して、まあ、宇宙開発っていうのに乗り出して、で、その後にですね、まあ、まあ、ダイソン級作ろうかっていう話になるので、まあ、期間的に言うと、まあ、200年からまあ、300年ぐらい先なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思った方がいいと思います。まあ、人類のその科学技術のその先っていうのはある程度見えていて、まあ、そういった意味ではダイソン級っていうのも入ってくるわけなんですけども、まあ、今の私たちが語るにはちょっと早い技術ですよね。ドンパーチさん、雷をバッテリーに貯められないのかなっていうことですけど。まあ、雷っていうのはまあ、瞬間的な電力としては高いんですけど、まあ、結局のところ、全部吸い取っても使い道としてはあんまりない感じでしょうかね。うん。まあ、普通に発電所があった方が、雷について言えば、まあ、効率は良いことでごしょう。鈴木さん、核融合も1世紀だよっていうことですけど、まあ1世紀はかからないんじゃないかなとは私は思ってます。うん。まあ少なくとも今21年ですけど、2030年頃になってくると、まず実験炉、まあイーター計画がまあ軌道に乗ってくるだろうと思うので、まあそこから2、30年も研究すれば、人類初の核融合発電所っていうのも2050年ぐらいには建設が始まるんじゃないかな、ぐらいには思っております。で、民間企業の場合だと、まあ結構もっと早くできますよと言い張ってるとこがあるんですよね。2030年にはもう核融合発電っていうのを実現させるんだっていう、まあ言い張ってる、まあいわゆるベンチャー企業系なんかもあるので、まあもしかしたらそういった、国際的な研究ではないところから核融合っていうのが、実現するかもしれません。まあなので私はある程度、その民間企業がガーンと発見するっていうのは、まあ想定しないで、まあ50年から100年ぐらいだろうっていうふうに言ってますけど、人によっては、いやいやもう2050年にはそんなこと言ってる場合じゃないぐらいに、もう民間企業が核融合発電してるよってまあ言う人もいます。まあこのあたりどうなるかについては、もうちょっと年数を見てみないといけません。安田圭さん、反物質エンジンっていうことなんですけど、反物質エンジンはちょっと無理なんじゃないかなと思いますけど。うん。まあ、いろんなものがあります、パターンとしては。はい。まあ、反物質を人間が扱えるかどうかっていうのはちょっとわからない状態でございますので、まあ、まずは、核融合発電目指しましょうっていうのが一番いいかなと思いますね。日野さん、バッテリーが効率化する方が先にできそう。これは多分先だと思います。核融合よりも今のバッテリー技術の、向上の方がはるかに手前にあるので、まあ、例えば全固体電池について言っても、今だとまだまだ、能力不足だと言われているので、まあ一般的な商品としてはもう普及はしてないわけなんですけれども、今使われている全固体電池っていうのはどちらかというと、ものすごい小さくてちょっとの電力を供給しますよぐらいなものが主体なんですけれども、これがですね、今トヨタが作ってる、トヨタが研究している全固体電池っていうのはそういった意味では、大容量で結局車を動かしますよっていうものなので、まあこういったものが出来上がると今度はそれを単純にものすごい大きなものを作って、地球の反対側で例えばソーラーパネルバーっと並べてそれで発電したものを、
その昼夜の関係ですよね。地球っていうのは必ず昼の面もあれば夜の面もあるわけです。一方においてこれを利用しようと思えばその間にバッテリーを挟めば、地球上で24時間ものすごい大電流を作ってそれを配分するっていうような考え方もできるので、なのでこのバッテリー技術が発展するともしかしたらこの今ある考え方っていうのもかなり変わる可能性がありますよね。山下さん、夜食代にありがとうございます。2000円もあれば美味しいものがたっぷり食べられるでございますよ。ありがとうございます。金沢キツネさん。ぴょぴょぴょ。惑星の主天体であるアルファケンタウリ A は常時想像もつかないほど莫大な量のエネルギーかな、宇宙空間に放っているが、そのほとんどが全く利用されず無駄になっている。もし我々が腕を大きく広げて、この限りなく豊かに流れる川から富を救い取ることができれば、無限の財産が我々のものとなる。最高経験者、縄大工モーガンケンタウリの独占ということですが、基本的にはどこの恒星でもそうなんですけれども、恒星の持っているエネルギーっていうのを使えば基本的には、旧来の科学技術から言うと、電力だけではないんですけど、熱エネルギーにしてもそうなんですけど、エネルギーと呼ばれるものについてはほぼほぼ、満たすことができるというふうに考えられております。といったわけで、この宇宙の話は、先週もしたような気もしますが、私たちの未来っていうのはそういう風にして科学技術が発展していけば、実はいろいろな問題を、解決することができるという風に私は考えております。で、問題なのはですね、この科学技術の発展っていうのが資源を食い尽くさないうちになんとかそこまでたどり着くっていうのが大事なんですよね。今だとですね、例えば話で言うと、石油が残り何年ですよっていう話は皆さんも結構聞いたことあると思います。例えば、今から30年前でも、残り50年だって言われていたし、10年前でも残り50年だ。そして今でも残り50年だ。みたいな形で言われることがあるわけなんですけど、これはですね、取りやすいところから取っていって、いうことがあって、なので50年前とか残り50年だって言っていたの間違いないんですけど、50年経っても残り50年だって言ってるのは結局のところ採掘する技術、発見する技術なんかを比べて、その時いっぱい使ったんだけどまだまだ取れるぜっていうような話で残り50年という具合な話もあって、そういった風にして自分たちの持っているエネルギー源っていうのはどんどん使える量が増えているんだけれども、でもじゃあ増えているかと言われるとそうではないと。佐藤健二さん、実は石油は増えているっていうことなんですけど、そうではなくて、単純に使える量が増えてるんですよね。昔は使えなかったシェールオイルが使えるようになったみたいな話で。なので、こういったもの、今使えるものと言われているものが全部使い切ってしまって、もう明らかに取っても割に合わなくなってしまうよってなった時に、まさに文明としての最終地点ですよね。それまでになんとか科学技術を上げて、例えば石油だったらもう石油なんか使わねえよっていうような時代になっていることが大事ですよという話ですよね。この話で言うと今石油ですけど、それ以外も、石炭にしても鉄鉱石にしても、あることはあるんですけれども、200年300年と掘り続けていったらもう取れねえよっていうよりも、取るのにお金がかかりすぎて割に合わないよっていう時代が来るので、それまでになんとかもうそういったものが必要ないような科学技術を持っていることが大事と。例えばカーボンで全てを鉄の代わりに作ってしまうとか、セラミックでそれを代替するような時代とかですね。何か、今ある資源というものに頼らないでもう全部の科学技術がそれをカバーするような時代っていうのをある程度想定しないといけないわけですね。なんだかそういう話にちょっと突入してきましたが、そういったわけですね。大体生放送の時っていうのはこういう取り留めのない話で最終的になってしまうので、このあたりが終わりとしては良いんじゃないかなと思いますね。MT さん、これからユーグレナから炭化水素を作るんでしょっていうことですけど、ユーグレナから炭化水素を作るかどうかはわからないですけど、今でもジェット燃料を作ろうっていうそういった試みはされているそうなので、なんとかできたらいいなと思いますし、ユーグレナっていうのはそういった燃料にすることもできるし、食べ物としても、なんとか活用ができないかなということで模索されていたりもします。
チャロス JP さん、リター10キロ走る車は1キロ走ると16円を失うということですけど、まあリター10キロっていう話もありますけど、まあ空気で走る車とかも昔ありましたけどね。まあ圧縮空気なんですけど。まあといったわけでいろんな話へと飛んでまいりましたがね、私の生放送というのはこのようにですね、まあ政治的な話から政治的な話以外のところにもいくらでも飛んでしまうっていうところがまあ一つの特徴でして、動画の方ではない、まあこういったものを楽しんでもらえればいいかなと思っております。そして今日は21時スタートで23時になろうとしていますので、今日のところはこの辺りで終わろうと思います。そして、明日、まあおそらく私の体調に何も問題がなければ、また昼下がり3時ぐらいをめどにして生放送を行う予定にしております。まあ気持ち、そうなっておりますが、まあ私の体調次第でありますが、問題がなければ明日日曜、まあ午後3時ぐらいを予定しております。引き続きこちらコミュニティの生放送話題募集 Q&A などについては、募集をこのまま継続しておりますので、明日の放送までにまた何かあれば、書き込んでもらって全然問題ありません。また今日取り上げられた方もですね、もう自分の書いたものが読み上げられたから別にいいやではなくて、まあ追加でまた書き込んでもらっても全然問題ありません。まあどの話を取り上げるかについてはまあその時によるんですけれども。はい。というわけで本日は2時間の放送時間を、皆さんと共に歩んでまいりました。まあいろいろな話ありましたけれど、皆さんにとって、なかなか面白かったな、刺激になったな、こういう考え方もあるんだな。そして、みんなはこういうふうに考えてるんだなっていう具合にして、私との会話だけではなく、チャット欄の中でも皆さんの意見というのは、まあ様々出ているので、私、同じ話を聞いてもこんな風に考えた。私はこう思ったなとか、まあいろいろそういったところも楽しんでもらえればなと思っております。というわけで本日2021年7月10日、上川が行くわかるニュース解説時事ニュースを中心にしてお届けしてまいりました。それでは皆さん、本日は最後までありがとうございました。それでは次回生放送でまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。またね。